吉野川くずはの、それにつけても金の欲しさよ。はい、どうも。即席 VTuber の吉野川くずはです。両面。本動画は私、吉野川くずはがあれやこれやと理屈をこねて馬券を買って億万長者になるまでを記録したものです。最近は夏競馬にやられっぱなしですが、今回こそ希望に満ち溢れた穴候補を見つけましたので、ぜひ最後までご覧ください。今回も競馬ラボさんとアプリマイ競馬さんを使って過去10年のデータを見ていきます。難解な1000直レースも理屈でやっつけてやりましょう。なお、馬券の購入は自己責任でお願いします。ということで、アイビスサマーダッシュ、データ予想。2021年7月25日日曜日の3時45分に発送となるアイビスサマーダッシュは新潟競馬場で行われる芝 1000m の直線コースです。しかし 1000m 直線、いつもの演習コースなら内側が距離が短く有利です。一方でレースが進むごとに芝が荒れていくのがバーターでした。ところが今回は直線、内側だけが荒れた芝で一方的に不利なわけです。そんな特殊な条件からまずは枠を見ていきましょう。枠データ。私の予想方法はいわゆる消し馬です。10年で2頭以下の可能性なら予想からなるべく除外します。そのためなるべくシンプルな条件を考えていきます。1枠と3枠は過去10年の副勝率が 0%。0ってなかなかないですよね。ここには1番人気を争うモントライゼも入りましたが、ここにかける勇気はなかなか出ませんね。他にはバカラクイーン、モメチョッタ、リッチクレマチスが不利な枠に入りました。一方で過去10年の副勝率が 30% 前後なのが2枠、7枠、8枠。特筆すべきとまではいかないですが、6枠も 25% と悪くないです。このあたりの馬にかけると勝ちやすいかもしれませんね。年齢データ。このレースでは4歳馬と5歳馬が圧倒的な成績を残しています。過去10年で3着以内に入った馬のうち21頭が4歳と5歳、5歳馬だけなら15頭と約半分です。一方で6歳以上はあまり振るわないことも覚えておきましょう。ライオンボスには辛いデータですね。体重データ。ちょっと位置調整です。体重に関しては 460kg 未満の馬には不利なようで、過去10年で唯一2着に入ったラブカンプー。体重はなんと 421kg。牝馬で当時3歳、斤量が 51kg でした。これは1番人気を争うオールアットワンスと被りますね。前走が青いステークス3着のオールアットワンスはその時 440kg。しかしラブカンプーの奇跡は2度も起こらない。そう考えるのが私の予想方法です。その他前走から明らかに 460kg を割ってくると思われるのはモメチョッタとリッチクレマスです。前走データ。今度はこっちに出てみました。前走データは過去10年で実績ゼロの条件です。まず連投の馬は消しましょう。レースを問わず連投で結果を出すのはなかなか難しいです。連投はリッチクレマチス、ときめき、ルドラクシャが該当します。1000m、1200m 以外からのローテーションもダメなようで、これには 1400m からの参戦、モメチョッタとビリーバーが該当します。あと JRA が公式分析で面白いデータを用意してくれました。過去10年で6歳以上で前走5着以下の馬は一度も副賞になっていません。これには人気上位のライオンボスが当てはまります。彼も年には勝てないと考えます。他に該当するのはヒロイックアゲイン、アルミューテン、ビリーバーですね。さすが JRA、多くの馬を除外することができました。吉野川くずはの結論。ここまでの不利を示すとこんな感じです。残った馬は5頭。しかしこれだけでは決め手にかけるなぁと思っていたところ、またまた JRA さんが良いデータを用意してくれました。過去6年で5枠以下の馬が副賞に入った実績なし。過去10年だと2014年の成功来航のみですね。ということは、残るはジュランビル、ロードエース、セピアノーツですね。これはもしかしたらいい配当が出るかもしれません。本命にはジュランビルを押します。勝率の高い関西馬で5歳、枠もいい。初の 1000m 直線ですが、期待していいのではないでしょうか。対抗はセピアノーツです。斤量 51kg という有利は大きい。絶好枠ということで本命もありかと悩みました。
しかし、ここ3戦で結果が出ていないこと、それにやや不利な関東馬ということで、一つ評価を落としました。最後に単穴として挙げるのは、ロードエースです。前走は韋駄天ステークス3着。1000メートルへの適性を評価するニュースが多いですね。とはいえ6歳なので、この予想としています。この3連単を買うと、現時点の想定で60万円を超えますね。ちょっとお金持ちになってきましょうか。実際の購入の様子は Twitter で公開します。また、ブログでは予想の振り返りもやっています。それにつけても .com。ぜひご確認くださいね。さあ、やってやるぞ。さて、エンディングです。ここまでの解説は、吉野川くずはが務めさせていただきました。いかがでしたか？もしお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう一度言ってみましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくね。ああ、それにつけても金の欲しさよ。ということで、またお会いしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。